ただの真実か挑戦に負けて、何気なく LINE のステータスを投稿しただけなのに。しかも、やたらとお似合いに見える手をつなぐ写真を添えて。この出会いに感謝、これからもよろしくと書いただけだ。それがとんでもない大騒動を引き起こしてしまった。わずか数分で、スマホの通知音が爆竹のように鳴り響いた。彼はまだ事態を飲み込めていなかった。そんな中、普段は氷のように冷たい女社長が、夜中に新幹線で戻ってきたと聞いた。さらに驚くべきことに、1000万人のファンを抱える国民的女優が、なんと、旦那を追いかける、という理由で芸能界引退を表明した。クールな女社長からメッセージが届く。別れないで。私が愛人になってもいいから。多くて4番目でいい5番目は嫌。それが私の最後の一戦。国民的女優からメッセージ。どうしてあの子なの？もういい。別れないなら明日首つって玄関先で死んでやる。完全に呆然、と田中翔は言った。古びたアパートの下で、田中翔は買ったばかりの野菜を下げながら、隣の雪村うつりと適当に雑談していた。この3日間、雪村うつりの存在はまるで動く光源のようだった。すらりとした豊満な死体に、シンプルな服をまとい、髪を高くまとめ上げている。白いうなじと華やかな肩、鎖骨が覗き、それに加えて反則球に美しい顔。ただ道端に立っているだけで、近所の人々の遠慮のない視線を集める。田中翔もそのおかげでかなり絵をしていた。こんな顔面偏差値の天井が隣にいるんだ。浮かれない方が嘘だ。しかしその視線の中に、羨望はごくわずかで、嫉妬が濃厚に渦巻いていた。目で人を殺せるとしたら、彼はすでに800回は8つ先にされていただろう。まさに、宝玉を持ちすぎるのも罪ってやつか、と田中翔はため息をついていった。二人がいつものように帰ろうとしたとき、交差点に突然現れた黒いメルセデス・ベンツ G クラス。このくすんだ古い住宅街の前では、やけに目立っていた。迎えの人、と田中翔は言った。夕が早いか、ドアが開き、白いオーダースーツを着た若い男性が歩いてきた。その男は笑顔が温かく、立ち居振る舞いも上品だった。ただ、その目が雪村うつりに向けられたとき、やけに輝いていた。この方は、と鈴木大樹は言った。この時の田中翔は、上半身は色あせるほど洗った T シャツ、下半身は派手なハーフパンツ、足には B さんを履いていた。どう見ても、お似合いの2文字とは縁遠かった。私の彼氏よ、と雪村うつりは言った。ここ数日の LINE ステータス、冗談かと思ってたよ。まさか本当だったとはな、と鈴木大樹は驚いたように言った。でも、どうして彼なんだ、と鈴木大樹は複雑な表情で言った。雪村うつりが口を開く前に、彼は田中翔をじろじろと見渡し、言いかけてはやめた。率直に言わせてもらうと、顔以外どこが君にふさわしいんだ、と鈴木大樹は言った。目の前の彼女は、有名な氷の美人で、業界ではみんなからちやほやされる名門の令嬢だ。彼女のボタン一つでさえ、田中翔の全身の服装より高い。わかってるじゃないですか。あなた見てくださいよ、イケメンで若くて金持ちで有能で、と田中翔は平然と言った。それに比べて俺ときたら、顔以外まるでダメなやつですよ、と田中翔は言った。まあいい、恋敵が一人だけならまだましか、と鈴木大樹は驚いたように言った。恋敵。田中翔は心の中で苦笑いした。自分ごときが、こんなレベルのイケメンと恋敵になるなんて、おこがましいにも程がある。二つの視線が一斉に自分に降り注ぐのを感じ、気まずい笑みを絞り出すしかなかった。なんで黙ってるんだ、と鈴木大樹は言った。彼は来る時に皮肉な言葉をたくさん用意していた。田中翔が切れるのを待って、うまく自分の優位性を示すつもりだった。しかし相手がこんなにひょうひょうとしているものだから、まるで綿にパンチを食らったようなもどかしさだった。いや、あなた、めっちゃイケメンっすね、と田中翔は言った。まさか、俺と恋敵になることに危機感を感じてるとか、と鈴木大樹は驚いたように言った。先輩、そんなこと言わないでくださいよ、と田中翔は慌てて言った。ほら、あなたもうつりさんが好き、俺もうつりさんが好き、つまり俺たち、仲間じゃないですか、と田中翔は言った。
これが君の彼氏、と鈴木大樹は言った。考えてみてくださいよ。この広い世の中で、二人の趣味がここまで一致するなんて、どれだけ貴重な縁ですか、と田中翔は言った。いや、お前は一体何なんだ、と鈴木大樹は言った。だから、俺たち同志ですって、と田中翔は言った。俺とお前が同志、と鈴木大樹は嫌そうに言った。彼は軽蔑の目で、田中翔のあの99円の服を一別し、その口調には嘲笑が隠せていなかった。同じ日本国民じゃないですか、と田中翔は平然と言った。この言葉に、鈴木は完全に驚き、隣の雪村移りでさえ思わず吹き出した。振り返って一生すれば100媚びが生まれる、とはよく言ったものだ。雪村移りのこの笑顔こそ、まさに、一生形成の真骨頂だった。彼女はもともとパーフェクトなスタイルと、戦軍を相当するかのような美貌で通り中の視線を集めていた。その笑顔で、さらに通行人たちがこぞってスマホを構え、レンズが一斉に彼女を捉えた。少し席を外してもらえるか。移りと話があるんだ、と鈴木大樹は言った。席を外す。もちろん、と田中翔は言った。でもイケメン先輩、遠いところから来たんだから、手ぶらってわけにはいかないでしょ、と田中翔は言った。俺たちは受け取らなくていいけど、あなたが送らないわけにはいかない。手ぶらで来てどうするんですか、と田中翔は言った。田中翔のこの図踊りしさに、雪村移りは唇を噛んで必死にこらえた。すみません、急いで来たもので、まだ準備が。と鈴木大樹は言った。大丈夫ですって、と田中翔は言った。イケメン同士、遠慮はいらないでしょ。お金をいただければ、俺が買いに行きますから。ゆっくり話してください、と田中翔は言った。目前に迫った受け取りコードを見て、鈴木の顔は真っ黒になった。彼は思わずもう一度雪村移りを見たが、彼女は腕を組んで、目は平静で、まるでこの騒ぎは自分には関係ないと言わんばかりだった。田中翔の熱意に押され、鈴木はしぶしぶスマホを取り出し、受け取りコードにかざした。澄んだ通知音が鳴り、田中翔はスマホの画面で数字を確認し、たちまち満面の笑みになった。手を伸ばして鈴木の肩をパシパシと叩いた。超イケメン。しかも金持ち。まさに俺たちの勘。俺が女だったら秒で追いかけますよ、と田中翔は言った。この1万円のおかげで、彼は奥の底にしまってあった最大級のお世辞を全部引っ張り出し、心を込めて言い放った。鈴木が早く消え失せろと催促しようとしたその時、田中翔のズボンのポケットに入ったスマホが突然動揺を歌い出した。田中翔のスマホから、アンパンマンのマーチが流れ出した。甘ったるいメロディーが、田中翔のこの格好と相まって、鈴木の眉間には深いシワが寄った。その目には、本気かと書いてあった。田中翔は全く気にせず、片手に野菜、もう片方の手はまだ鈴木の腕に置いたまま、迷わずスピーカーにして肩にスマホを挟んで電話に出た。もしもし、と田中翔は言った。おい。お前、社長クビになったんだって。今夜出てこいよ、飲もうぜ、と佐藤健は大声で言った。おう。我が息子よ。帰ってきたか、と田中翔は平然と言った。早く来いよ、金と酒と笑える恋愛話を持ってこい、と佐藤健は言った。なんだよそれ、つまり俺が金を出して話をして恥もかくってことか。さらに俺の安っぽい涙までついてくるって、と田中翔は言った。ははは、冗談だよ。お前にぴったりの可愛い女の子を2人、用意しといたからな、と佐藤健は言った。これが君の彼氏、と鈴木大樹は驚いたように言った。いやいやいや。息子よ、帰ってきただけでいい、と田中翔はきっぱりと断った。そんな女を呼ぶな。俺の同心を乱すな、と田中翔は言った。口調は断固としているが、目の奥に隠しきれない期待が火花のようにパチパチと引けていた。おい、どうかしたのか、と佐藤健は不思議そうに言った。お前がいつも言ってるじゃねえか、今日も頑張って、夜は女の子をって、と佐藤健は言った。純情な童貞君よ、俺はお前のことなら何でも知ってるんだぞ、と佐藤健は言った。田中翔は、今にも飛び出そうな過激な言葉を聞いて、慌てて電話を切った。
お二人でゆっくり。俺は失礼します、と田中将は引きつった笑顔で言った。二人の目の奥に凍りつくような歓喜を見て取り、彼は野菜を下げてウサギのように素早く逃げ出した。二歩逃げてからも振り返り、鈴木に向かって親指を立てた。頑張ってください。応援してます、と田中将は言った。10分ほど後、田中将は狭い台所で大忙しだった。部屋のドアがカチッと開く音がした。雪村うつりが不機嫌そうな顔で入ってきて、まっすぐソファに座った。その冷たい目つきに、田中将の手に持ったフライ返しが一瞬震えた。私が彼女なのに、置いて自分だけ逃げるって。どういうこと、と雪村うつりは言った。いや、二人きりの空間を作ってあげようと思って。それに俺、結構誠実でしょ、と田中将は言った。あの男に興味があるの。紹介してあげようか、と雪村うつりは冷たく言った。いやいやいや。金持ちは遊びが激しすぎて、俺にはもったいないです。と田中将は慌てて言った。この図踊り自粛もどこか誠実な様子を見て、雪村うつりはようやく怒りを収めた。彼女はビジネスの世界で風雲を巻き起こし、いくつもの上場企業を率いてきた。どんな手強い相手も見てきた。なのにこの図踊り自主さを誠実さにすり替える奴にだけは、全く手の出しようがなかった。彼女は重いこめかみを揉みながら、スマホを手に取りゲームを開き、仮想世界で鬱憤を晴らそうとした。しばらくして、田中将が湯気の立つ料理をテーブルに並べた。牛すじの芳醇な香りが、ご飯の香りと混ざり合い、小さな部屋中に広がった。雪村うつりの顔の曇りは、その香りに吹き飛ばされたかのようだった。彼が声をかける間もなく、彼女は箸を手に取り、向かいに座って美味そうに食べ始めた。田中将は彼女が美味しそうに食べるのを見てほっとし、自分も座ってご飯をかき込んだ。今日でこの雇われ関係が最後の日だと思うと、思わずこっそり笑いが出た。そんなに嬉しいの、と雪村うつりは不満げに言った。そんなにわかりやすいですか、と田中将は言った。顔に、嬉しいって書いてあるよ、と雪村うつりは不満げに言った。そんなことないですよ、めっちゃ寂しいですよ、と田中将は言った。田中将は必死に幼い頃にお菓子を奪われた悲しい思い出を呼び起こそうとしたが、涙は出ず、むしろ笑い出しそうになった。突然、バンという大きな音が響いた。雪村うつりが箸をテーブルに叩きつけ、立ち上がってソファに行き、スマホを掴んで壁の方を向いた。リビングの空気が一瞬で凍りついた。田中将は彼女の背中を見ながら心の中でつぶやいた。一応お金をもらっているし、将来またこんなチャンスがあるかも。良い印象を残しておこう。急いで帰ってきて、牛すじ煮込みを作ってあげようと思ったんですよ、と田中将は言った。昨日食べたいって言ってたじゃないですか。これ、圧力鍋でも時間かかるんですから、と田中将は言った。昨日牛すじが食べたいって言ったのは、あなた自身じゃない、と雪村うつりは言った。あわわ、誰が食べても一緒でしょ、と田中将は言った。彼は慌ててうつむいてご飯をかき込み、彼女を見られなくなった。頭の中に突然高校時代の光景が浮かんだ。あの時、彼は雪村うつりが自分に絡んできた男の指をぐいっと曲げ、相手が痛さに悲鳴を上げるのを目の当たりにした。この女、見た目は冷たいが、手も本当にひどい。絶対に逆らえない。田中将って、一体何者なの、と雪村うつりは言った。この3日間で、彼女が初めてこんなに真剣な表情を見せた。6年ぶりに会った眼前の人物は、知っているようでいて知らない。霧がかかってはっきり見えないようだった。詮索しないでくださいよ。あなたに迷惑かけてなければ、いい人でしょ、と田中将は白目を向いて言った。高校の時、私にラブレター書いたんだって、と雪村うつりはからかうように言った。大逆不動。誰がそんなデマを流してるんだ、と田中将は言った。田中将は首を突っ張らせ、顔を真っ赤にして、異常なほど興奮していた。じゃあ、なぜ渡さなかったの、と雪村うつりは言った。いや、若気の至りってやつですよ。真に受けちゃダメです、と田中将は言った。どうせ彼女はもうすぐ去っていく。認めたところで何の問題もない。へえ、
本当にあったんだ、と雪村移りは言った。田中翔の耳が、カッと赤くなり、彼女をギロリと睨んだ、この女、ひどすぎる。まさか騙し討ちとは。何か言い訳をしようとしたその時、雪村移りのスマホが突然鳴った。彼女が電話に出ると、さっきまで和らいでいた顔色が徐々に曇り、眉間のシワが深くなり、声にはかすかに重苦しさが滲んでいた。そんなの180円で売ってやる。行かなきゃ、と雪村移りは言った。雪村移りのその言葉がずしりときて、田中翔の心はなぜか震え、鼻の奥がツンとした。はい。と田中翔は言った。他に言いたいことはないの、と雪村移りは不満げに言った。道中お気をつけて、前途洋々でありますように、万事順調で。お幸せに、と田中翔は言った。もう二言付け加えようとしたところで、彼女に冷たく遮られた。黙って、と雪村移りは言った。ドアが開かれ、彼女が振り返った瞬間、田中翔は、じゃあね、という声を聞いた。彼女の返事はとても軽く、風が耳元をかすめるようだった。扉の外の日差しが彼女の黒い髪の先に落ち、その輪郭のはっきりした顔に金色の縁取りを施し、直視できないほど美しかった。田中翔は目をこすった。ドアが完全に閉まる1秒前、二人の視線がぶつかり、最後は扉の隙間が狭まるにつれて一本の細い線となり、互いの視界から消えた。部屋はようやく静かになり、田中翔は大きく息を吐き、思いは6年前に戻った。あの青かった少女が初めて教室の戸口に現れた時も、同じように火に包まれていて、彼の心臓は一拍分飛び跳ね、その後何年も夢に見た。この短い3日間の再会は、罰だったのか、ご褒美だったのか。彼にはわからなかった。ただわかるのは、6年前の雪村移りは遠く及ばない人生の理想で、6年後の彼女は想像すらできないこの世の妄想になったということだ。人はいつか、手に負えないものに別れを告げることを覚えなければならない。夜のカラオケボックス、佐藤健が田中翔の肩を抱き、無邪気に笑っていた。彼は大学からの親友で、苦楽を共にできる数少ない兄弟の一人だった。佐藤の言葉を借りれば、二人の間柄は、タイで一緒に手術を受けて同じ布団で寝るしか残っていないほどだ。田中翔がクビになったと聞き、もともと地方に出張中だったのを、夜通し駆けつけてきた。お前をクビにしたのって、雪村移り。あいつ帰ってきたのか、と佐藤健は目を丸くして言った。お前が昔うるさいほど言ってた、背景が半端ないあの高嶺の花の香花、と佐藤健は言った。他に二人目の雪村移りを知ってるのかよ、と田中翔は白目を向いて言った。マジかよ、この展開ドラマすぎだろ。初恋が直属の上司になって、そのままお前をクビ。小説の世界じゃねえか、と佐藤健は舌打ちしながら言った。誰が初恋だって。俺の初恋は柳の煙だし、珍要素だ、と田中翔は言った。誰も同じだよ。俺の初恋は白行票だ、と佐藤健は言った。二人はそれぞれの架空の理想の女性について楽しく話し合っていた。個室のドアが開かれた。二人のセクシーな死体と愛らしい顔立ちのコンパニオンが、花のように笑いながら入ってきた。俺が用意してやったんだ。なかなかだろ、と佐藤健は言った。明日会社戻ったら、お前に仕事を探してやるからな。俺の息子を飢えさせるわけにはいかない、と佐藤健は言った。安心しろ、会社で過労死する奴は見たことあるが、働かなくて餓死した奴はいない。ちょっとした休暇だと思え、と佐藤健は言った。こいつは会社で主任をしているが、上からも下からも板挟みで、上司に怒鳴られ、部下に反発される。自分自身も火の車なのに、まだ彼に仕事を世話しようとしている。安心しろ、今の俺には金があるから、上はしない、と田中翔は言った。彼はポケットをまさぐり、カードの残高を思い出し、心が随分落ち着いた。3日間で雪村移りから50万も稼いだ。この数日間は確かにヘコヘコと犬のように振る舞ったが、どう計算しても価値はあった。彼はちょっと欲張りにさえなった、もっとたくさんのこんな、飼い主がいたら、自分はすぐにでも成り上がれるのではないか。じゃあなんでまだ暗い顔してんだよ、と佐藤健は言った。
一人選べよ。どっちが好みだ、と佐藤健は言った。田中翔は目の前の女たちを見ながら、頭の中ではどうしても雪村うつりの影が浮かんでしまう。気品で言えば、この二人と雪村うつりを比べるのは、雲泥の差だった。いや、雪村うつりと比べること自体が、彼女たちを買いかぶりすぎだった。なんだよ、まだ雪村うつりのこと引きずってんのか、と佐藤健は言った。まさかよりを戻そうとか思ってんじゃないだろうな。ヒキガエルが白鳥の肉を食べようってか、と佐藤健はからかうように言った。やめとくよ、と田中翔は苦笑いしながら言った。彼は雪村うつりが好きだったことは認める。でも好きとお似合いは別問題だ。大人のときめきはいつも損得感情を伴う。できないと分かっているのに無理をする衝動は、結局、やめとくの三文字にしかならない。バカ野郎、と佐藤健は言った。お前のケツの穴のサイズまで知ってるんだ、俺はよ。後悔してんだろ、と佐藤健は言った。当時思い切って追いかけてたら、今頃お前は名門の婿殿で、何十億の資産を懐にしてたんだぞ、と佐藤健は言った。お前欲意が弱いから、柔らかい飯しか食えないって言ってたじゃねえか。これ以上のチャンスはないぞ、と佐藤健は言った。食えるかよ、と田中翔は白目を向いて言った。楽な暮らしをしたいのは山々だが、雪村うつりという器は、完全に身分違いだった。まさか数年で彼女があそこまで上り詰めるとはな。俺たちとは完全に住む世界が違う、と佐藤健はため息をついて言った。田中翔はグラスの酒を一気に飲み干した。苦味が喉から心へと広がった。毎日あのモデル顔負けの美しい顔を見ていて、ときめかないはずがなかった。しかし後悔しているか。どうやら後悔はしていなかった。彼はとっくに分かっていた。雪村うつりはいつかこうなると。6年前も6年後も、彼女は誰もが羨む人生を送っている。16歳で、彼女はみんなからちやほやされるお嬢様だった。20歳過ぎて、彼らがまだ家を買うために必死になっている時に、彼女はすでに資産数億の起業家で、実家には鉱山まである。神様は一つの窓を開ければ一つのドアを閉じるというが、田中翔は神様に聞いてみたい。雪村うつりのそのドアは一体どこにあるんだ。まさか忘れたんじゃないのか。人間、骨がなきゃダメだ。うつむくな、涙は女に笑われるぞ、と佐藤健は言った。お前が言ったんじゃないか。性癖は曲がっても、背骨は曲げちゃいけないって、と佐藤健は言った。つまりだな、人が足りない。もっと呼べ。今夜の会計は全部、田中様のおごりだ、と田中翔は言った。正気かよ。ここがいくらだと思ってる。お前の財布の中身、知ってるんだぞ、と佐藤健は小声で言った。そろそろ本当の実力を見せる時だな、と田中翔は言った。おっと。パパ。骨って一斤いくらですか、と佐藤健は興奮して言った。月収10万5千円。人生はコーヒーより苦い田中翔にとって、この50万は確かに大金だった。そのためなら、骨抜きになるどころか、水虫の足でも舐めてやる覚悟だった。二人はそれぞれ女性を抱き寄せ、風神の女たち相手に人生について語り始めた。お姉さん、教えてやるよ。絶対に損しちゃいけない。損をする覚悟があれば、他人の損もみんなお前のものになるんだ、と田中翔は酔っ払って言った。そうそう。苦労する覚悟があれば、苦労し続けることになるんだからな、と佐藤健は言った。ははは。我が息子の言う通りだ。先苦後天って言うけど、甘いもんすら味わう前に苦労だけし続けるなんてな、と田中翔は言った。二人は同時に叫んだ。ゲス。二人は声を揃えて、ゲス、と叫び、また抱き合った美女たちに絡みついた。それとパパよ、あの雪村うつりは確かに美人だが、俺たちとは根本的に住む世界が違う。だからパパ、あんまり気にするなと佐藤健は言った。安心しろ、どんなに飢えてても彼女には手を出さない。彼女に手を出すなんて、毒を飲んで渇きを癒すようなもんだ、と田中翔は酔っ払って言った。田中翔は洗いながらまた一口酒を煽ったが、それでも佐藤とダラダラと話し続けていた。おそらく彼の前だけは、自分が偽る必要がなかったのだ。だから、
これが女の子を呼んだ理由なの、と雪村うつりは言った。雪村うつりは、仕立ての美しいハイブランドのロングドレスを着て、その姿は一幅の絵のように優雅だった。その後ろには数人のイケメンや美女たちが、全身に気品をまとって戸口に立っていた。たちまち個室の安っぽい雰囲気を吹き飛ばした。うわ。パパ見て。あの子どこの組の子だ。めっちゃ可愛いと佐藤健は興奮していった。確かに可愛いな。でも、なんか見覚えあるような、と田中翔はうつろな目で言った。お姉さん、名前はと佐藤健は言った。名前は知りたくないな。どうやって泣くのか知りたいんだ、と田中翔はご機嫌に言った。お姉さん、ご次長。俺は約束しませんよ。冗談ですから、と田中翔は言った。個室の入り口にいた数人は、雪村うつりのこの行動を見て、そのうちの2人が急いで助けに入ろうとしたが、雪村うつりの冷たい一別で小分けづいて下がった。酔っ払って嫌がり、自分を押しのける田中翔を見て、雪村うつりの陰った顔に突然、狡猾な笑みが浮かんだ。彼に呆れ返って笑ってしまったのだ。だから約束しないって。心の準備ができてないんだ。俺は貞操を守るんだ、と田中翔はうつろな目で言った。お前がどう泣くのか、知りたくないの、と雪村うつりは怒ったように言った。皆、この言葉に息を飲んだ。冗談ですよ冗談、と田中翔は酔っ払って言った。口先では勝負できるが、正気に戻れば、根っこではこうした夜の女たちに抵抗があった。白色ポルシェの中で、雪村うつりは泥酔した田中翔を後部座席に押し込みながらも、急いでエンジンをかけようとはしなかった。振り返って、時折笑い、時折騒ぐ彼を見つめ、最終的にその目は彼の目尻からこぼれ落ちた一雫の涙に止まった。その時、彼は人前での仮面を脱ぎ捨て、とても脆かった。一瞬、雪村うつりでさえ、見間違えたか、幻覚かと思ったほどだった。一体、誰のために貞操を守ろうとしてるの、と雪村うつりはつぶやいた。田中翔は右手を上げて振り続け、手の届きそうな天井に触れようとしたが、どうしても届かず、うつろな目に一瞬の苛立ちが浮かんだ。あのネット恋愛の彼女か、と雪村うつりは言った。田中翔はやはり答えず、首を回して目の前の雪村うつりを見つめ、目は定まらず、しばらく見つめた後、口を開けてバカ笑いした。雪村うつりはそんな自分をじっと見つめる視線など気にも留めなかった。この何年かで、彼女は自分に注がれる様々な視線には慣れていた。貪欲なもの、欲望のこもったもの、陰険なもの、勘知に長けたもの、憧れや称賛のもの。16歳の自分なら、あんなに凝視されて顔が赤くなり気まずくなったかもしれないが、18歳を過ぎた自分は、そんな複雑な視線にはもう全く反応しなかった。ましてや今では、まるで輝く星のように強大になった彼女が、自分に集まる視線など気にするはずもなかった。運転手さん、めっちゃ綺麗っすね。こんな若いのに配車アプリのドライバーやってるなんて、大変っすね彼氏いるんすか、と田中翔は言った。と雪村うつりは言った。あ、若いのに耳といいんすね。かわいそうに。兄ちゃんが金を稼いだら、一番いい補聴器を買ってやるからな、と田中翔は言った。田中翔はぐったりと横になり、上げた手をどさりと落とし、そのまま動かなくなった。運転手さん、愛ってなんだか知ってますか、と田中翔はつぶやいた。知らない。でも車の中で吐いたら800円な、と雪村うつりは言った。雪村うつりはバックミラーで、よろよろと体を起こし、窓にもたれてバカ笑いしている田中翔を見た。窓の外の月はとても大きく、とても明るく、とても美しかった。田中翔は思わずそれに手を伸ばしたが、触れたのは冷たい窓ガラスだった。彼は必死にこの透明なガラスを押しのけて月に触れようとしたが、全く力が入らなかった。何やってるの、と雪村うつりは言った。窓ガラスの品質は信頼していたが、それでも少し心配だった。この奴がこんな危険な動きをして何をしようとしているのかわからなかった。何度試しても目の前の束縛を押しのけられず、田中翔はまたガラスを何度か強く叩き、ようやく力なくぐったりと横になった。あの月は俺のものじゃないってわかってる。でも何度か、
本当に月明かりが俺の上に降り注いだんだ、と田中翔はつぶやいた。田中翔の独り言を聞いて、雪村うつりは眼前の彫りの深いイケメンの顔を見つめ、ためらいながら白く細い手を伸ばし、彼の顔の上でしばらく止まったが、結局引っ込めた。翌日昼、田中翔のアパート、田中翔はボケた顔でベッドから起き上がり、頭が少し痛かった。疲れた体を引きずって部屋を出ると、すぐにソファにだらりと寝そべってスマホをいじっている雪村うつりが目に入った。うわ。なんでまだいるんだよ。お前、幽霊か、と田中翔は驚いて言った。するとすぐに、雪村うつりの自分の命より長い真っ白な美脚が目の前で揺れているのが見えた。着替えて。昼ご飯、付き合って、と雪村うつりは言った。一緒に飯。犬でも行くか。契約はもう終わってるんだ、と田中翔はきっぱりと断った。人前ではクールで、裏では自分よりだらしない女神を見て、今の彼は絶対に彼女とこれ以上関わりたくないと思っていた。犬かよ。態度の切り替え、早すぎない、と雪村うつりは少し戸惑いながら言った。昨夜は私が送ってやったんだ、と雪村うつりは冷たく言った。だからなんだよ。お前が送らなかったら、俺が外で死ななきゃいけなかったのか、と田中翔はふてくされて言った。この言葉に、雪村うつりの顔の表情はさらに陰鬱になり、目は鋭く田中翔を射抜いた。その視線で逆に彼の方が気味悪くなった。数秒間見つめられた後、田中翔は思わず自分の服を確認した。少しシワがあるが、特に異常はなかった。心の中ではたまらなく悔しかった。昨日せっかく送り出したのに、こんなに早くまた会うことになるなんて。なんだよその目は。勘弁してくれよ。昨夜は確かに酔いつぶれたけど、でも俺たち、別に何もなかったよな、と田中翔は言った。頭の中で昨夜の出来事を必死に思い出そうとしたが、記憶は KTV の個室で止まっていた。ドアが開いた時に現れた一筋の光と、ぼんやりした人影。その後は何も思い出せなかった。さあね、と雪村うつりはからかうように言った。ズボンすら脱いでねえのに何を認めろってんだ、と田中翔は言った。大丈夫、何もしてないよ。お前は口だけ番長だ。根性はあっても勇気がないタイプだな。と雪村うつりは言った。田中翔が真っ赤になる様子を見て、雪村うつりは時間を確認し、ようやく脇にあったストッキングを手に取り、ゆっくりと足に履き始めた。この魅惑的な光景に、田中翔の心臓の鼓動が早まった。黒ストッキングの美脚より男を引きつけるのは、美脚がストッキングを履く瞬間を見ることかもしれない。いつまで見てるつもり、と雪村うつりは言った。いや、大変そうだったから、手伝おうかと思って、と田中翔は言った。田中翔がうっかり口にした言葉に、雪村うつりが怒ると思いきや、彼女はむしろからかうような表情を見せ、手の動きも止まった。いいよ、と雪村うつりはからかうように言った。冗談です。俺ごときがお手伝いできるわけありません、と田中翔は慌てて言った。早く顔を洗ってきなさい。時間がない、と雪村うつりは冷たく言った。やめろよ。俺の同心を乱すな、と田中翔は言った。ようやく数日を耐え抜いたのに、また自分をこき使おうとしている。契約期間中は金のために犬になるのも我慢したが、契約が終わった今、再び犬になるのは我慢ならなかった。何人か紹介しようと思ってたんだけど、と雪村うつりは言った。みんな、結構太っ腹よ、と雪村うつりは言った。彼女が言い終えても、田中翔は相変わらず動かなかったので、仕方なくスマホを取り出して操作した。絵に描いた餅なんか信じないぞ。俺にも限界ってものがある、と田中翔は冷たく言い放った。言い終わるや否や、スマホが鳴り、LINE で雪村うつりから1万円が振り込まれているのを見て、たちまち笑顔になった。かしこまりました。あと5分で準備します、と田中翔は言った。田中翔が浴室に飛び込むと、すぐに中から上機嫌な歌声が聞こえてきた。行かないって言ってなかった、と雪村うつりは冷たく言った。海外帰りで土地勘がないだろうから、騙されやすいと思って、心配でついて行ってやろうと思って、と田中翔は言った。限界があるんじゃなかったの、と雪村うつりは言った。もちろんありますよ。
でもあなたが執拗に金で俺の限界に挑もうとするなら、限界をもう少し下げても構いません、と田中翔は言った。先に注文していいですか？角煮が食べたい、と田中翔は言った。トイレから田中翔の楽しそうな声が聞こえ、外の雪村移りは頭が痛かった。自分のスマホを置いたところで、田中翔の置きっぱなしのスマホが絶えず光っているのが目に入った。田中翔のスマホを手に取り、慣れた手つきでロックを解除し、一連のメッセージを確認すると、眉がわずかに潜められた。風呂上がりにタオルで頭を拭きながら出てきた田中翔は、雪村移りが自分のスマホを覗き込んでいるのに気づいた。お前の息子が起きたら電話しろって、と雪村移りは言った。ああ、着替えてくる、と田中翔は平然と言った。田中翔が部屋からカジュアルな服装に着替えて出てきたとき、雪村移りはかすかに眉を潜めた。行こうぜ。時間ないんだろう、と田中翔は言った。田中翔が自分で扉を開けて外に出て行くのを見て、雪村移りは何か言いかけてやめ、結局仕方なさそうに笑って後を追った。車に乗るとすぐに、雪村移りは田中翔のスマホを彼の前に放り投げた。あ、サンキュー、と田中翔は言った。自分のスマホを見て、さっき忘れたことを思い出した。自分の息子に電話しようとしたとき、運転していた雪村移りが不意に口を開いた。お前のネット恋愛の彼女が、あさっての飛行機だって。迎えに来てほしいかどうか聞いてるぞ、と雪村移りは言った。これを聞いて、田中翔は一瞬固まり、慌ててネット恋愛相手とのチャット画面を開き、確かに彼女から送られた十数件のメッセージが表示された。時間は昨夜の自分が飲んでいた時から、十分前までに及んでいた。最後のメッセージは、お兄ちゃん、あさっての夜の便なんだけど、迎えに来てくれる。その後ろには、哀れっぽく頼むような小さなスタンプがいくつかついていた。写真すら見たことのないこのネット恋愛相手に、田中翔はとても気をかけていた。優しくて繊細で、自分の気持ちをとても気にかけてくれる。彼女は普段忙しいが、自分の送ったメッセージには、見れば必ず返事をくれた。二人のネット恋愛は2年以上続いていた。一度も会ったことはなかったが、おそらくこの暗黙の了解のもとのぼんやりとした美しさこそが、感情を特別に純粋にしているのだ。二人はネットの中で互いに打ち明け合い、おはようとお休みを言い合い、日常の面白い出来事を共有し、お互いに線を越えずに、この美しさをずっと保ち続けてきた。中に入ると、すでに十数人が豪華なソファに座って談笑していた。女性は華やかな装い、男性はスーツ姿。しかし、彼らのようなイケメンや美女より、オーラをまとった雪村移りが入ってくるなり、皆一斉に立ち上がり、彼女の周りに集まってきた。田中翔は、海に押しやられた。来る途中、雪村移りは今日の昼食は幼馴染やビジネスパートナーだと言っていた。田中翔の目は、料理が並べられている大きな丸テーブルに向けられていた。その上の色鮮やかな豚の角煮を見て、思わず唾を飲み込んだ。こちらが田中さんですか、とある人が尋ねた。何見てるの、と雪村移りは言った。角煮。すごく美味そう、と田中翔は言った。個室の若者たちは一瞬顔を見合わせ、中には笑いを必死にこらえている者もいた。ははは、移り、君の彼氏は本当にユーモアがあるね。そのナイキ王の格好はなかなか見られないよ。限定品か。どこの山奥から見つけてきた大物だ、と金メガネの短髪男は言った。この言葉に、他の連中は一斉に笑い出した。田中翔の全身のカジュアルウェアはすべてパチモンだったからだ。お、イケメン先輩もいたんすね。一日会わないだけで、また一段と輝いてますね、と田中翔は言った。彼は非常に馴染み深げに手を伸ばして鈴木の肩を叩いた。鈴木は複雑な目で、慣れ慣れしい田中翔を見つめた。あら、イケメンさんですね、と白衣の女性は目を輝かせて言った。あらま、お姉さん、そんなこと言わないでくださいよ。俺なんてまだまだです。この金メガネのイケメン先輩に比べたら、半分もいきませんよ、と田中翔は言った。みんなは疑問そうに尋ねた。半分。そうっすよ。俺は、かっこよさだけは負けねえってことで、と田中翔は平然と言った。
真っ先に気づいた雪村うつりがついに笑いをこらえきれずに吹き出した。続いて他の連中も何かに気づいたように、次々と笑い出した。ふん。顔がいいからって、それだけで飯が食えると思うなよ。お前、何様のつもりだ。と金メガネの短髪男は怒り狂って言った。そんなこと言うなよ。食いたいのか。でもお前には食えそうにないな、と田中翔は言った。田中翔はの連中を見渡した。予想通り、みんな薄っぺらい付き合いだった。もし、かっこいいが罪なら、お前みたいな、醜い奴は即刻千刀万岩おものだな、と田中翔は言った。この野郎。てめえ、何様だ、と金メガネの短髪男は逆上して言った。おやおや、すぐ怒っちゃうんだ。なかなか人間らしいじゃないか、と田中翔は言った。みんなの悲鳴の中、田中翔はひらりと横にかわし、短髪男の拳を難なく避けた。うわ、まさか義務教育の網から漏れた奴がいたとはな、と田中翔は言った。お前、移りにまとわりついてるのは、彼女の地位と金が目当てだからだろ、と金メガネの短髪男は言った。ここまで大きく育つのも大変だったろうに、頭まででかくならなかったんだな。コウモリの羽を借りたカラスってな、お前は何の鳥だ、と田中翔は言った。ぶっ殺してやる、と金メガネの短髪男は怒り狂って言った。よし。このイケメン先輩のおならは、俺の感情で、と田中翔は言った。アキラさん、あなたの空き家がいつ東京で一手に権力を振るうようになったの。私は知らないわよ、と雪村うつりは言った。騒がしかった個室は、雪村うつりのこの一言で一瞬で静まり返った。ああ、明大将だったのか。なんか見覚えあると思ったよ、と田中翔は言った。知ってるの、と雪村うつりは言った。俺が昨日捨てた海袋に似てるな、と田中翔は言った。もういい加減にしなさいよ、と雪村うつりは小声で言った。俺は階段屋じゃないんだから、なんで降りるためのステップを用意しなきゃいけないんだ、と田中翔は平然と言った。彼は私の彼氏よ。彼に問題があるって言うなら、つまり私の目に問題があるってことね、と雪村うつりは言った。まあまあ、そんなに怒るなって。皆さん友達なんだろ。俺たちを祝福したいんだよな、と田中翔は言った。つまんねえな。祝福の言葉もまともに言えねえのか。俺が言ってやるよ、俺とうつりが、良い別れができますように。早くそれぞれの道を歩めますように。そして、二度と会いませんように、と田中翔は静かに言った。この言葉に、みんなは顔を見合わせた。雪村うつりが田中翔の手を握る力が、思わず強くなった。おい、行くなよ。まだ始まったばかりだろ、と田中翔は言った。もういい、と雪村うつりは言った。筋書きと違うぞ。あいつ、怒り狂った後で白紙の小切手を出してきて、好きなだけ書けって言うべきだろ、と田中翔は言った。だから彼にしつこく絡んでたの、と雪村うつりは言った。他に何があるんだよ。本当にケチだな。俺のこと貧乏だって罵っておきながら、金で俺の顔を叩こうともしない、と田中翔は言った。食事の席では、田中翔だけが一人で食べ続け、ひたすら下を向いて黙々と食べていた。うつり、あなたの彼氏、どれだけを腹そらかせてたの、とちょっと太めの女性は尋ねた。彼、食欲だけはあるのよ、と雪村うつりは言った。田中翔が盛大なゲップをした。30分後、田中翔はようやく食べ過ぎて動けなくなった。これ、持ち帰っていいっすか、と田中翔は言った。もちろんいいですよ、と鈴木大樹は言った。鈴木の手配で、店員が大袋小袋を雪村うつりの車に積み込んだ。楽しかった、と雪村うつりは冷たく言った。もちろん。これで何日も食える、と田中翔は言った。二度と会いませんようにって、どういう意味、と雪村うつりは言った。ああ、あれはみんなの心の声を代弁しただけだよ、と田中翔は言った。誤解ですよ。俺たちは固い絆で結ばれた戦友じゃないか、と田中翔は言った。戦友っていうか、頭痛の種でしょ、と雪村うつりは言った。もし理解してたら、とっくに殺してますよ。ははは、と田中翔は言った。あの巨白がわざとあなたを貶めてるって気づかないの、
と雪村うつりは言った。彼、俺に打法させてくれて、ワインもくれたんだぞ。完全にいい人じゃねえか、と田中翔は言った。田中翔、あなたみたいに生きるのは本当に大変ね、と雪村うつりは言った。でも、イケメンって巨白のこと呼んでるけど、まさか本当に目覚めちゃったんじゃないでしょうね、と雪村うつりはからかうように言った。いい加減にしろよ。三海峡のどのページを開いてもお前が載ってそうだな。よくも、大美女って言えたもんだ、と田中翔は冷たく言い放った。古びたアパートの下で、田中翔は2往復してようやく持ち帰った残り物を家に運び終えた。多分だけど、明日には海外に行くことになる、と雪村うつりは言った。その言葉に、田中翔の足が明らかに止まった。お前のネット恋愛彼女は、妙後日帰ってくるんだろ。ちょうどいいバトンタッチになるんじゃない、と雪村うつりは言った。田中翔は何も言わず、ただ胸の奥が少し気なかった。さようなら、元彼、と雪村うつりは微笑みながら言った。背後で車のエンジン音と一瞬いぶかす音が聞こえた。田中翔は振り返り、遠ざかる白い車体を見つめ、大きく息を吐き出した。スマホを取り出し、LINE のステータスに投稿された一文を見つめた。人と人との出会いの順番は本当に大事。時々、君が十分じゃないんじゃなくて、ただタイミングが悪かっただけなんだ。田中翔は口元に笑みを浮かべ、スマホを脇に置いた。雪村うつりは田中翔の高校の同級生であり、彼が2年間密かに思い続けた香花の女神だった。高校2年の3学期に、雪村うつりは海外に留学し、二人は完全に連絡を絶った。この一方通行の片思いも、彼女の出国とともに薄れていくはずだった。ところが1ヶ月ほど前、自分のデスクでサボっている時に、グループ会社にゼネラルマネージャーが空港してくるという知らせを聞いた。田中翔は気を抜けなかった。自分は専門学校卒で、仕事を見つけるのもままならなかった。ようやく世界的大手500強企業にインターンとして入れたのだ。20歳そこそこに見える気品ある美女が、眉のあたりに氷の霜を宿し、仕立ての良い黒いスーツとスカートを着こなして雪村うつりが彼の横を通り過ぎたとき、田中翔は一目で彼女だと分かった。翌日、人員最適化のメールが社内に流れた。最初のリストに田中翔の名前があった。田中くん、すまない。これは雪村社長が自ら承認したリストだ、と孫課長はそっと肩を叩きながら言った。大丈夫です。課長、今までご指導いただきありがとうございました、と田中翔は言った。田中翔が段ボール箱を抱えて会社の前でタクシーを待っていると、一台の白いポルシェが彼の横を疾走していった。運転していたのは、大きなサングラスをかけた雪村うつりだった。自分が一生かかって頑張っても、あの人のスタートラインにも立てないんだな、と田中翔はため息をついていった。高校の2年間、彼は彼女と2年間隣の席だった。入学初日、彼女は遅刻してキャップをかぶっており、先生にキャップを取るよう命じられ、その驚くような美貌があらわになったとき、教室中に狼の遠吠えのような歓声が響いた。運命のいたずらか、彼女はなぜか彼の隣の席になった。あの2年間、言葉にできない青春。言い出せない片思い。半分書いては破いたラブレター。それらすべてが、あの白いポルシェが遠ざかるのに乗って、心の奥底に沈んでいった。